ウクライナ軍の攻撃が今日も炸裂しています。ロシアの首都モスクワ周辺における燃料供給源となっていたモスクワ製油所、これを攻撃し大炎上させました。これに伴ってロシア軍は首都モスクワの守りを固めねばと、様々な対空兵器を高層住宅の屋根などに乗せる、そうした映像なども届いています。ところがウクライナ軍にしてみれば、それはまさにつけ込む隙を見せる行為でした。というのも、首都モスクワにそうやって集中しているのであれば、より守りが手薄なところをもっと攻め立てようというわけです。ロシアの国家経済を支えている石油関連施設への攻撃を今日も行いました。まず第一に、クリミア半島とロシア本国をつないでいるクリミア大橋、そのたもとの町にある石油貯蔵タンクに対する攻撃を実施。これもロシア軍の防空網を突破しました。さらにもう一つは、非常にロシアの裏をかいた作戦。従来よりもより遠くの場所に対する攻撃を実施しました。国境から約 2000km 離れたテュメニ製油所に対する攻撃は、ロシア軍の守りが首都モスクワに偏っても、それによって他の町がどんどんと守れなくなりますよ。それでいいんですかということをロシア側に突きつけたわけです。ロシア側の防備体制が整っていない今、ウクライナ軍の反撃はまだまだ大きな打撃を加えることができるでしょう。皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢。ウクライナ軍の反撃能力はますます一定の水準を保った状態で、次々と連続的な攻撃をできるようになってきました。今回もまたロシアに対する打撃を加え、その影響で何が起こっているかについて取り上げていきます。このチャンネルでは戦争が日常化してしまうことにより、地上波のニュース報道では取り上げてくれないウクライナ情勢について、細かな点についても取り上げています。ぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。それでは今回の攻撃の1例目について解説を行っていきます。今回攻撃を行った箇所は、クリミア大橋の近く、ケルチ市にある石油貯蔵タンクです。一旦ロシア本国から集まった石油などを貯蔵して、そこからさらにクリミア半島へと供給するルートの一つです。近くにクリミア大橋があることにより、この地域においては、ロシア軍の防空体制は一応整っているはずだと言われていた場所です。しかし、今回もまたウクライナ軍の攻撃は、そうした防空体制を突破しました。ロシア当局としては、攻撃してきたドローンのほとんどを撃墜したと発表していますが、実際に大きな炎上が発生していることから、たとえたくさん落とせていたとしても、実際に攻撃は成功していたと見るべきでしょう。貯蔵タンクが一旦燃えてしまうと、貯蔵されていたものは全て台無しになりますし、また貯蔵能力そのものを再建するにも、半年から1年程度の時間は見なければなりません。また今回の攻撃では、周辺の対空兵器そのものも狙われたという話もあって、ウクライナ軍が事前に十分な偵察を行った上での攻撃だったと見られています。そして攻撃の余波はすぐにも現れました。それは、クリミア半島全体に対する民間人へのガソリンとディーゼル燃料に対する販売停止です。従来クリミア半島ではすでに燃料危機が発生していて、販売規制が行われていました。それはロシア当局の発行しているクーポンがなければ買えませんよというもので、そのクーポンを持っていたとしても、販売する量が20リットルに限られていました。ところが今回その規制がさらに強化されて、一般販売向けのガソリンとディーゼルはもはや売りませんという状態になりました。これはクーポンがあるかないかではなく、もはやそもそも一般市民全般に対する販売停止措置です。じゃあガソリンやディーゼル燃料は一体誰が買えるかといえば、救急車や警察、消防車、そして軍隊だけという、非常に限られた状態になるわけです。恐ろしいのは民間の輸送業者なども一切含まれていないことから、物流網全体がかなり危機的な状況に陥ることが指摘されています。しかしそれでもなお、軍だけは何とか動かしたいという意志が非常に強く感じられる措置です。ただし今回の攻撃をもって、クリミア半島全体が完全に陸の孤島となったわけではありません。問題なのは足りないということです。今回の攻撃で石油貯蔵タンクが大炎上、そして周辺における船便といったものが一切出すことができないようなメンテナンスが必要となりました。クリミア大橋の輸送能力そのものでは十分ではなく、それだけに政府当局は北側からのルートを物流系の会社に対しては選択するようにと求めています。ただし、北側というのはウクライナ南部ヘルソン州を中心としたある限られたルートしかない、非常に問題のある箇所です。すでにこの地域はウクライナ軍の補給線に対する攻撃作戦の
まさに範囲内であり、頻繁に高速道路のロシア軍トラックが大炎上しています。ウクライナ軍の中型のドローンは射程距離が50キロ以上100キロ未満のこの地域においてすでに猛威を振るっており、次々と大型トラックが攻撃を受けているのです。鉄道に対する攻撃なども行っていることから、運べる量全体が大きく減少しているのです。さらに民間の会社はこうした攻撃があることを理由として、ロシア軍からの発注に対しても受けたくないと拒絶している会社もたくさん出ていて、仕方なくロシア軍が自分たちのトラックを出すわけですが、軍用車両であれば、すぐにでも見つかって攻撃を受けてしまう悪循環が発生しています。一般の人がガソリンを買うことができなくなれば、当然のように日々の暮らしにも困る人が大量に出てきますし、また物流網も麻痺すれば食料品を買いたいと思って商店を訪れても棚に物がなくなるという非常事態が発生するかもしれません。そうなればロシア当局に対する不満はこの地域全体でものすごい勢いで高まっていくことでしょう。次にもう一つの攻撃箇所も非常に象徴的な場所だと言えます。それは従来よりもより遠い場所に対する攻撃を実施しました。ロシア中部に分類されるような国境から 2000km も離れたテュメリ製油所に対する攻撃を実施しました。製油所それ自体が壊滅するほどの大打撃を与えることはできませんでしたが、攻撃を行ったという事実とその被害がたとえ少なかったとしても、この場所を守らなければならないというロシア側の意識といったものが生まれれば、それだけでもウクライナ軍にとってはより大きな負担をロシア側にかけることができます。この件に関してウクライナのゼレンスキー大統領は、従来の大型ドローンをさらに改良して最大飛行距離は 3000km にも及んでいると発表しています。ただしこの 3000km というのはあくまでも良い条件でまっすぐ飛ぶというような話であり、そうした直線的な行動というものは、ほとんどの場合ロシア軍の対空ミサイルに捕まってしまい、実際的にはもっともっと迂回飛行を様々することによって航続距離は短くなるそうです。何にしてもそうやってもっともっと広く攻撃できますよというのをアピールすれば、それだけロシア軍側も幅広く様々な場所に対空兵器や対空陣地、対空要員を配置しなければならないわけなので、ロシアは守らなければならない場所が増加すれば、それに伴う必要経費、様々積み重なっていくこととなります。現在燃料危機は様々な場所で影響を与えているわけですが、今のところ報じられている限りでは、ロシアの52の地域において燃料不足が発生し、燃料の販売規制が始まっています。クリミア半島のように一般市民全員が買えないというのはちょっと異常な状態で、それ以外の地域にはおおむね販売量の規制といった形となっています。1人20リットルまで、そういったところが標準的な規制となっています。ただし、こうした販売量の規制そのものも、当然のように多くの人たちに不便をもたらすだけではなく、経済的にも停滞をもたらすこととなります。では、なぜこうして産油国ロシアにおいて燃料危機が深刻化しているかといえば、主な原因としては当然ウクライナ軍の攻撃があります。では実際どれほどの影響を与えているのでしょうか。ロイター通信の報道によると、ロシア側の生成能力はおおむね 25% 減少した可能性があると指摘されています。まだ 75% あるじゃないかと思われるかもしれませんが、それは正しくもあり、同時に影響を無視した言葉でもあります。従来の 100% というのは、それこそロシアにとっては自国を賄った上でさらに輸出するということを想定した生成能力です。しかし 25% も失われると、自国の消費量を全て賄うこともちょっと難しくなるというのです。当然のように海外に売るどころの話ではありません。今、ロシア国内で起こっているのは、ロシア国内の需要を全部満たすこともちょっと難しくなって、海外からの輸入を増やさなければならないという状態です。つまり海外に売ってお金を稼ぐ分が丸々海外に売ることもちょっと厳しくなり、さらには海外から輸入する分だけコストがかかってくる。二重の意味で産油国としての利点を失ってしまうわけです。次の話題。ウクライナのちょっと面白い手が発表されました。それが鹵獲したロシア軍兵器については特定の国々においてある程度情報を公開しますよという取り組みです。ロシアの兵器技術、友好国に公開。ウクライナ抑止へ活用という記事で報じられています。戦争が継続的に行われる中において、ウクライナ軍の兵器が発展するのと同様に、ロシア側の兵器も発達が続いています。
ロシア側も前線においては人海戦術が用いられていますが、後方地域においては多くの軍需産業があり、その研究者たちも当然います。それらの軍需産業は多くのお金が投入されており、兵器発達も進んでいます。決してウクライナ軍が一方的に発達しているわけではなく、競り合っている状況だと考えた方が良いでしょう。ですから、ロシア軍側の兵器類などがウクライナ側に渡れば、それは多くの国々にとっても参考になる情報といったものがたくさん含まれているわけです。例えばその一つが民生用部品を活用した軍事兵器の開発です。ロシアは制裁を受けることによって様々な制裁を受けています。そうした制裁を回避するために用いられているのが民生品を活用した軍事兵器の開発です。ウクライナ当局はこうした問題として、例えばアメリカ製の部品やヨーロッパ製の部品、そして日本製の部品も非常に多くロシア側で使われていると公表しています。ただしこれらの部品は別に軍事用品として開発・生産されたものではなく、一般の工業用品向けの部品といったものが、例えば中国経由からで大量に入っており、それらについては民生用部品だから制裁の対象外といった形でロシア軍に渡ってしまうわけです。しかし、そうした情報といったものを例えばウクライナに軍事支援している国々と共有することによって、じゃあどうやってこうした問題に対して対応するか、具体的な話もすることができますし、また逆に言えば、なるほど、こういった風に活用すれば民生用部品も我が国でもっと活用できるのかという新たな道も探り当てることができるわけです。そうしたわけでロシアの知恵の詰まった技術といったものがどんどんと西側諸国全般に渡ってしまうというわけです。しかもこのアイデアの良い点は、ウクライナにとって軍事支援している国々に対しての情報公開であって、全世界に対する情報公開ではありません。ですから、ウクライナに味方し支援するその見返りとしての情報公開であり、より密接に軍事支援すること、それ自体にも利益がありますよとお返しをするということで、今後もウクライナにとっては継続的な取り組みとなるでしょう。この話というのはちょっと視点を引いた場合においてはもう一つの見方ができます。現在ウクライナはロシアに対する戦略爆撃攻撃を行っているわけですが、ロシア国内にロシアの国家経済を支える柱があることを見ておかなければなりません。それはロシアの戦略資源である石油や天然ガス、こうした収入といったものがロシアの侵略戦争を支えているわけです。ところがウクライナ側にはこうした何かこれだけをピンポイントでやられればものすごい重大な支障が出てしまうという産業、柱というものがそうあるわけではありません。むしろ今ウクライナをいくら攻撃したとしても戦い続けることができている理由というのが、まさに命綱となっているのがウクライナ国内ではなくヨーロッパ全体の支援といったものがあるからです。つまりロシアが躍起になってウクライナにミサイルをいくら撃ち込んだとしても、ウクライナ軍を支えているその根本の力といったものがウクライナ国内にはなく、そしてヨーロッパの様々な国に分散されているという点が構造的に明らかにロシアにとっては不利なのです。だからこそウクライナはこのようにして支援してくる国々に対する見返りを提供することによって、この命綱となっているヨーロッパの国々の関係性を有効に保とうとしているわけです。この両者の戦争継続に向けての構造の違いといったものが、ウクライナ軍は戦略攻撃を続けるし、そしてロシアがいくらウクライナ領内にミサイルを撃ち込んでも、それが一般市民への殺害という戦争犯罪を繰り返すだけで、継戦能力そのものを奪うわけではないという非常に対照的な両者となっているわけです。今後もこの展開についてはおそらく大きく構図は変わらないでしょう。ロシア側の報道を見ると、この状況にあってもまだまだロシア軍大勝利的な報道を繰り返しているようです。製油所大炎上についての攻撃成功といったものはロシア国内ではほとんど報じられないのかもしれません。しかしこうした攻撃の積み重ねといったものがロシア国民全体に燃料危機をもたらしているわけで、この真相を彼らが知るのは一体いつになるのでしょうか。あなたはこの件についてどのような考えを持たれているか、ぜひともコメントしていってください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。